どうも、単独歩行者です。前回はトキの森公園でトキを堪能しました。前回の動画をまだご覧いただいていない方はぜひそちらも見ていただきたいのですが、今回は佐渡島といえば外せないスポット、佐渡金山へ向かいます。佐渡金山は佐渡島の西側に位置しており、トキの森公園からは少し距離があります。佐渡島の面積は東京23区の約 1.5 倍もありますが、東京で同じくらいの距離を走ろうとするとかなり時間がかかってしまいます。その一方で佐渡島はご覧の通り交通量が少ないので、少し距離があっても何百メートルで来てしまいますね。トキや金山のイメージが強い佐渡島ですが、当然ながら島内には多くの人が暮らしているので街並みは意外と普通です。大手外食チェーンやカラオケ店がありますし、漫画喫茶もありますね。今思い返すと宿泊施設を予約していなかったので弾丸で帰ってしまいましたが、漫画喫茶に泊まるという選択肢もありましたね。自由空間という漫画喫茶があり、完全個室も用意されているようなので、とにかく手軽に宿泊したいという方は漫画喫茶を利用するのも一つの選択肢かもしれませんね。話は変わりますが、今から向かう佐渡金山はすでに閉山しているため、現在は観光地として見学することができます。ところで金山はどんな基準で閉山するのか気になって調べてみたところ、金が完全になくなったから閉山するというわけではないそうです。実際には採掘によって得られる利益と採掘運営にかかる費用を比較し、採算が取れなくなった段階で閉山が検討されることが多いようです。また交渉の調査や埋蔵量の推定などを行い、将来的にどれだけ採掘できるのかを評価した上で、さまざまなデータを総合的に判断して閉山が決定されるそうです。最近は金の価格がかなり上昇しているので、もしかすると将来的には佐渡金山のような閉山した鉱山でも再び採掘が検討される日が来るのかもしれませんね。金脈を追って採掘を続けた結果、山が真っ二つになった同様の割とはぜひ見ておきたいので、再び採掘が始まって立ち入りできなくなる前に見ておく必要がありますね。それでは早速行ってみましょう。佐渡の金山は2024年7月27日に世界文化遺産へ登録され、佐渡島を代表する観光スポットとして注目を集めています。この日はかなり暑かったのですが、坑道に一歩足を踏み入れるとひんやりとしていて、とても涼しかったです。外との温度差に驚きましたが、当時の採掘作業もこうした環境の中で行われていたのだと思うと、なかなか感慨深いですね。坑道内には人形を使った展示があり、江戸時代の採掘作業の様子が再現されています。岩盤を掘る人、鉱石を運ぶ人など、それぞれの役割まで細かく表現されていて、当時の金山がどのように運営されていたのかを知ることができます。ただ見学するだけでなく、当時の作業風景を体感できるのも佐渡金山の魅力ですね。同様の割とは写真では何度も見ていましたが、実際に見ると想像以上の迫力ですね。金があるから掘るを繰り返した結果、山が真っ二つになってしまったわけですから、人間の行動力はすごいものです。何も知らずに見たら自然の地形だと思ってしまいそうですが、これが人の手によって作られた景色だというのが驚きですね。同様の割とは遠くから眺めるだけでも迫力がありますが、少し歩けば麓まで行けるので、時間がある方はぜひ近くで見てみてほしいですね。と本日はこんな感じで佐渡島ツーリング第2弾佐渡金山でした。また動画も上げますのでチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた次の動画で。